皆様こんにちは、セリナです。今回は2025年上半期実際に使ってよかったマイベストコスメをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。2025年上半期もたくさんの優秀なアイテムが登場しましたよね。今回の動画では下地からリップまでフルメイクを仕上げながら私が実際に使用していて特にいいと感じたマイベストコスメをご紹介していきます。ぜひ皆様のマイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューやベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それではアイテムを紹介しながらメイクを仕上げていきたいと思います。まずは化粧下地です。下地はこちら。SK2 ジェノプティクス CC プライマーナチュラルベージュです。上半期は下地効果も兼ね備えている日焼け止めがたくさん発売されましたよね。化粧水のようなみずみずしい質感で崩れにも強いエレガンスも優秀ですごく悩みましたが、個人的にはこの中でも特にベタつきが少なく、カバー力もある SK2 の CC がすごく綺麗でお気に入りになりました。しっかりトーンアップしてくれるロージーピンクのカラーも綺麗ですが、CC クリームとパウダーのみでも仕上げられるベージュが特に大活躍してくれます。では実際に塗ってみたいと思います。こんな感じのクリーミーで滑らかなテクスチャーですが、肌にスッと馴染んでいってくれるのがポイントです。肌にのせると滑らかなので乾燥が気になる状態でも伸ばしやすいですが、すぐに肌に馴染んでくれて厚塗り感を出さないところもポイントです。自然に毛穴を補正してくれる効果もあります。はい、こちら側半分に塗ってみました。自然な仕上がりですが、カバー力もあり、クリーミーな質感で毛穴や凹凸を埋めて、さらに自然なツヤも出してくれるので、これ一本でも立体感のある作り込んだような肌に見せてくれるところもお気に入りポイントです。近くで見てもこんな感じで、この辺りにあった赤みやニキビ跡なども結構しっかりカバーしてくれます。スキンケアブランドから発売されているアイテムなので、塗っている間ももちろん保湿力が持続して肌負担も少ないですが、皮脂や汗崩れにも強いので、肌タイプ問わずに使いやすいアイテムかなと思います。最近の下地は仕上がりだけではなく、機能性もさらに進化しているなと感じました。続いてはファンデーションを塗っていきます。ファンデーションはこちら。プラダビューティープラダメッシュクッションです。今期は特にクッションファンデーションの発売が多く、どれも優秀でとても話題になりましたよね。つるんと滑らかな肌に見せてくれるディオールや立体感のある毛穴レス肌に仕上げてくれるトム・フォードビューティーもすごく綺麗で好きですが、プラダビューティーは特に皮脂や汗崩れに強く、素肌っぽい仕上がりなのに毛穴レスに見えるところが好きで、購入以来使用する回数が特に多かったです。皮脂や汗崩れを対策したいという方にかなりおすすめのクッションです。では実際に塗ってみます。自然な素肌っぽいカバー力とツヤにもマットにも寄りすぎない質感が今っぽくて綺麗です。はい、こちら側半分に塗ってみました。SK2 の CC クリームの時点で結構カバーはされていますが、やはりこちらを重ねるとさらに毛穴レスで滑らかな肌に仕上がります。近くで見るとこんな感じです。カバー力はミディアムなので重ねても厚塗り感がなく毛穴カバーが増していくような感じです。素肌っぽい仕上がりながらも毛穴対策をしっかりしたいという方に特におすすめです。そしてこちらのクッションは余分な水分や油分が少なく、ベタつきや重さを一切感じさせない軽やかさなので、クッションファンデーション特有のクリームっぽさや油分が苦手という方や、夏場に向けてさらりとしたテクスチャーのファンデーションをお探しの方にもものすごくおすすめです。SK2 の下地とプラダのクッションファンデーションを組み合わせると、崩れにくさはそのままにカバー力も上がるので、とても好きな組み合わせです。ベースメイクの最後はフェイスパウダーを重ねていきます。パウダーはこちら。
カネボウのクリスタライズドフィックスパウダーです。こちらのパウダーは発売直後からファンデーションのツヤを消さないパウダーとしてかなり人気になりましたよね。プレストタイプですが、付属のパフでしっかり塗ってもつるんとしたようなツヤが残ってくれるので、こういったサーダっぽい仕上がりのファンデーションとの相性が特にいいなと感じています。そしてこちらのパウダーは仕上がりが優秀なだけでなく、皮脂や汗崩れにもとても強いのが嬉しいポイントです。私は付属のパフを使って塗ることが多いです。結構薄めのパフですが、意外としっかりパウダーがついてくれます。軽くトントンと乗せていくとこんな感じで、余分な油分っぽさを抑えてくれますが、顔を動かした時の立体感や自然なツヤは綺麗に保ってくれます。近くで見てもこんな感じで、粉っぽさや厚みが気になりにくいですよね。肌表面は程よいしっとり感を残しながらもさらりとしているので、皮脂を吸着しすぎてパサパサになる感じもしないので、こちらは乾燥が気になる肌タイプの方も夏に向けての崩れにくいパウダーとしても活躍してくれるんじゃないかなと思います。ケースも薄めで軽量なところも持ち運びに嬉しいポイントです。はい、こんな感じでベースメイクとシェーディング、アイブロウ、マスカラまで仕上がりました。厚塗り感や重さはないですが、毛穴を感じさせない立体的な自然な肌に仕上がっています。では、ポイントメイクを仕上げていきます。まずはアイシャドウです。アイシャドウはこちら。トムフォードビューティーアイカラークオード47オリーブスモークです。上半期はスックの新色14番やシャネルのゴールデンなど深みや鮮やかさのあるカラーに大粒のラメがセットされているパレットが多くて、深みカラーも大粒ラメも大好きな私としてはどれもものすごく可愛いなと思いましたが、やはりトム・フォードの濡れたようなパールツヤ質感やしっとりしていて高発色なところがものすごく綺麗なのと、こちらのオリーブスモークのカラーはスモーキーなカーキ系がメインになっていますが、意外と使いやすくて目元をしっかり強調したい時に大活躍してくれます。今回はパレット全色を使ったメイクをご紹介していきたいと思います。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。少し明るめのブラウンツヤカラーです。忙しい時はこのカラー単色塗りで仕上げても目元に深みと立体感を与えてくれてとても可愛いです。この柔らかい粉質とパールのツヤがものすごく綺麗です。単色塗りだとこんな感じです。マスカラやアイラインで引き締めれば単色でもすごく綺麗ですよね。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。ベースに明るいブラウンをのせておくことでカーキを自然になじませやすくなるので、カーキカラー初挑戦の方や自然にカーキを楽しみたい方はこの組み合わせもとてもおすすめです。続いて右下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらはマットなブラックなので目元にしっかり陰影感とメリハリをつけたい時におすすめなカラーです。粉質が柔らかいのでブラシを使って塗るとかなり調整がしやすいです。続いて上の2色をブラシで合わせて下まぶた全体にのせていきます。ツヤラメカラー2色を組み合わせて下まぶたに塗ると程よい影をつけながらツヤめきを出してくれてとても可愛いです。目頭側は特に左上の明るめのゴールドを重ねると光を反射して綺麗です。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心に重ねていきます。深みのあるカラーでグラデーションを作っておくと最後にのせるこちらのツヤめきがより際立ちます。はい、こんな感じでアイメイクが完成しました。深みのあるカラーと立体感のあるパール質感がとても綺麗です。全色を使うとベーシックさとスモーキーさのバランスがいいですが、組み合わせ方を変えるとクールなスモーキー系からベーシックなブラウン系まで楽しめるところもお気に入りポイントです。続いてチークを塗っていきます。チークはこちら。アディクションザ・リキッドブラッシュフォギー002ソークシーです。アディクションのリキッドチークはつるんとしたツヤ肌に仕上げてくれるグロータイプと毛穴レスに肌に綺麗に馴染んでくれるフォギー。
どちらもものすごく質感が優秀なのと、カラーバリエーションも豊富です。普段私はこういった深みのあるカラーのチークを使用することが多いですが、こちらのアディクションのシリーズに関しては、明るめカラーを塗っても肌から浮く感じがしなくて、すごく計算されているなと思いました。こういった青みや明るめのチークを使ってみたいけれど、肌から浮く感じが気になるという方にもかなりおすすめです。特にフォギータイプの00には、黄みにも青みにも寄りすぎていない明るいピンクカラーなので、いろいろなメイクに使いやすいです。では、こちら側に塗ってみます。かなり馴染みがいいので、頬の中心にのせたら、指を使って少しスライドさせながらタップしてぼかしていきます。リキッドタイプのチークは色味の調整が難しいものもありますが、こちらはしっかり発色するのにこんな感じで簡単に綺麗にぼけてくれるのと、近くで見てもこんな感じで毛穴や凹凸にチークが溜まる感じも気にならずに使えます。高発色のチークを使うと肌の質感が気になるという方にも使いやすいアイテムです。はい、両方の方に塗るとこんな感じです。結構明るめのピンクですが、可愛らしい印象に寄りすぎないところが使いやすいです。アイシャドウに深みのあるカラーを持ってきた時のバランスを取るチークとしても使いやすいです。続いてこの上にハイライトをのせていきます。ハイライトはこちら。ディオールスキンフォーエバーグロールミナイザー03ピンクヘイローです。ディオールの人気パウダーハイライトのリニューアルも上半期の目玉でしたよね。リニューアル前の自然な発光感も綺麗でしたが、個人的にはリニューアル後のこのヘイロータイプの内側から光を放つようなスルンとしたツヤ感がものすごく綺麗で、こちらのハイライトは購入以来毎日のように使用しています。同じ質感でヌーディーカラーの02のゴールドヘイローも綺麗ですが、ピンクヘイローの方がほんの少しだけ肌に明るさが出る感じがします。ハイライトブラシに取ったら、先ほど塗ったチークの境目から C ゾーンにかけて磨くようにのせていくとこんな感じでつるんとした綺麗な立体ツヤが乗ってくれます。近くで見るとこんな感じです。パールでツヤを作るタイプですが、微細なのとベースの粉質がしっとりしていて肌なじみがいいので、部分使いをすれば毛穴も目立ちにくいです。至近距離で見てもしっかり光をキャッチしてツヤめいてくれるところがものすごく綺麗ですよね。ハイライトなしの方と比較をすると立体感の違いがわかりやすいと思います。最後はリップです。リップはこちら。バーバリービューティーブリッドシャイン605です。コスメデコルテやカネボウなど上半期はリップも話題のアイテムが多かったですが、個人的にはこちらのツヤ仕上がりのバーバリーがかなりお気に入りです。クッションファンデーションを購入しに行った際にバーバリーの BA さんがこちらのリップをつけていて、じゅわっとしているのに立体的な絶妙なツヤ感がものすごく可愛くて購入したアイテムです。かなり滑らかでスルスルと伸び広がってくれますが、発色も結構しっかり楽しめます。はい、唇の上に乗せるとこんな感じです。じゅわっとしていてツヤツヤですが、きちんと立体感もあるので、大人っぽいツヤリップに仕上がってくれます。ツヤがあるので手元で見るよりもそこまで暗くなりすぎなくて、絶妙なくすみ感があるところも上品です。ツヤリップ好きの方にはぜひチェックしてみていただきたいアイテムです。はい、こんな感じで2025年上半期マイベストコスメを使ったメイクが完成しました。ベースメイクは厚塗り感を出さずにサードっぽい仕上がりだけれど、毛穴や凹凸を感じさせない仕上がりで、ツヤはハイライトで上から足して立体感を出しています。ポイントメイクはアイシャドウは深みのあるカラーで目元にしっかり立体感を出して強調させておいて、チークは明るめな代わりに肌質へ影響を出さないような質感のもの。そしてリップは立体的でツヤツヤなミディアムカラーでバランスをとっています。ぜひ皆様の2025年上半期マイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。